席、そしてバファローズファンの皆様、今日のヒーローは打のヒーロー、小島選手、俊太選手です。まずは小島選手、6回に内野安打、そして盗塁を決めて勝ち越しのチャンスを作りましたが、あの場面振り返っていかがですか。1点欲しいところだったんで、なんとかそうですね、盗塁決められてよかったと思ってます。内野安打の方も小島選手の足が光っていたと思うんですが、いかがですか。アピールするところなんで、そうですね、いいとこ転がってくれて、よかったです。それが結果、貴重な追加点となりました。あの場面はいかがでしたか。そうですね、みんなでつないで1点取れたんで、本当に良かったと思います。相手は先発、戸上投手、バファローズ戦に強いと言われていましたが、その中で勝てたのも大きかったのではないでしょうか。そうですね、カードの頭でもありますし、1戦目取れたのは本当良かったと思います。はい、チームは連敗ストップで5位楽天とまた2ゲーム差となりました。また明日からの意気込みお願いします。西武3連戦全部取るつもりで頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いては6回勝ち越しの犠牲フライを決めた俊太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。あの場面振り返っていただきたいんですが、今お隣にいる小島選手が内野安打、盗塁と決めて勝ち越しの場面となりました。どんな気持ちで打席に入りましたか。いやもう絶対逆転してやると思って打席に立ちました。その中でシーソーゲームの均衡を破る貴重な追加点となりましたが、打球が打ち上がった瞬間はいかがでしたか。いやどうですかね、小島さんの足を信じて見てました。連敗ストップでカードの初戦取れたのも大きかったのではないでしょうか。そうですね、非常に大きいです。俊太選手の活躍もこれからファンはどんどん期待していると思います。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね、今年はなかなか期待に応えられていませんけど、こうやってファンの皆さんが応援してくれているんで、まだこれから一生懸命頑張ります。また明日もよろしくお願いします。今日のヒーローは俊太選手、小島選手でした。ありがとうございました。それいい、それいい、無理無理。一緒に明日の試合につながるよう一つになりましょう。では参ります。行くぜビーズスピリッツ。みんな一緒に輝こう。ありがとうございました。今日のヒーローは6回の得点シーンに登場した2人。まず先頭バッターで出て内野安打ですね。その後盗塁決めた小島、その後足立選手が送ってワンアウト三塁、登場した俊太がセンター犠牲フライ、決勝点を叩き出しました俊太のこの2人のヒーローインタビューでした。解説はおなじみのオリックスバファローズ元監督の大石大二郎さんです。大石さん、俊太選手が言ってましたけども、犠牲フライ、見た感じちょっと飛距離が出てないかなというのも一瞬あったんですよね。距離的には出てなかったですけどもね、飛んだコースが良かったですよね。外野手が走って取ってすぐ投げるっていうのはちょっと難しいですからね。そうですね、そういう
のでは、慌てて戻ってタッチアップしたような感じもしましたけれども、少し遅れたような感じしましたけども、やっぱりそういう体勢の問題もありますから、やはりコース、飛んだコースも良かったということですね。で、小島選手も、足速い方ですからあの距離でもいけるんじゃないかなと俊太選手は足を信じてましたというふうに言ってましたね、今ね。その得点シーンで活躍をしたコンビですね。左小島、右俊太、お客さんに挨拶に向かっていきました。当然ね、決勝打を演出した2人ですからね、ヒーローなのは当然のことですけれども、やっぱり小田選手もちょっとインタビューのね、ヒーローインタビューみたいなの聞きたかったですよね。1番として出てきて、3回出ますもんね。そうなんですよね、3打席で。初回は中島のツーベースヒットでホームに帰ってきましたし、5回にも、中島同点打で帰ってきましたからね、1番の働きとしてはもう優秀ですよね。申し分ありませんね。今日はついに1番で起用された小田も活躍をしました。次は1番の小田のヒーローインタビューというのを聞きたいもんですね。そうですね。ぜひ聞きたいですよね。日替わりでヒーローが登場するチームは勢いがあるというふうに言われますが、ぜひこの8月はもう残りあと本当に6連戦が続く厳しい日程の中ですから、そういう選手が登場してもらいたいですね。そういうことですね。